三国志の英雄張飛、張翼徳に例えられている戦国武将は福島正則です。こんにちは、筆案フラフラ祭と申します。英傑三国志伝という江戸時代中期の書籍があります。豊臣秀吉の出世譚である絵本大公記、そして中国三国時代の群像劇である三国志演義の翻訳本通俗三国志。この2つの英雄譚に登場する英雄たちを比較して例えている読み物、それが英傑三国志伝です。江戸中期、竹内覚斎が絵本大公記を出版しました。しかしこの絵本大公記は文化元年1804年には絶版となります。なぜ絵本大公記は絶版になってしまったのでしょうか。五代将軍綱吉の時代、享保7年1722年に発令されたのが出版条目です。幕末に至るまで出版統制の基本法として効力を持ちました。次のような5つの項目が主に禁じられていたそうです。1つ、みだりなる義、異説などを取り交え作り出すこと。1つ、公職本。1つ、人の家筋先祖のことなどかれこれ相違の義ども出版。1つ、作者版元の実名を奥書きしなければならぬこと。1つ、権現様のことはもちろん将軍家のことを書いたもの。以上の5つです。絵本大公記は秀吉の出世譚ですし、一般に流布したいくつもの異説を交えているので、このうち1つ目のみだるなる義、異説などを取り交え作り出す、そして3つ目の人の家筋先祖のことなど、そして何より5つ目の権現様、つまり徳川家康が登場することなどが禁書になった理由だと推察できます。出版の自由、表現の自由がある現代は本当にいい時代ですね。さて、今回は英傑三国志伝の第1巻において福島正則が張飛に例えられていることをお話ししたいと思います。絵本大公記の福島正則、豊臣秀吉の部下で賤ヶ岳の七本槍の一人です。槍の名手で持つ武器は日本刀、短い虎ひげを蓄えた風貌で描かれます。また酒を飲むのが好きだったとされ、酒の飲み比べで負けて槍を奪われたという少し間抜けなエピソードがあります。一方、三国志演義の張飛、あざ名は翼徳、劉備関羽の義兄弟、後に関羽らと共に五個大将軍の一人とされます。物語の中では粗暴な一方、少し間抜けで憎めないキャラクターとして描かれます。持つ獲物は一条八尺の打棒、風貌は氷頭宦眼沿眼古種とされています。豹の頭というのがどういうイメージなのか私にはわからないのですが、ともかく描かれる時にはやはり短い虎ひげが特徴的ですよね。酒を飲みすぎて城を取られる物語などがあり、この点も福島と対応するところでしょうか。福島正則は秀吉の部下で賤ヶ岳の七本槍の一人、槍の名手で手に持つ獲物は日本刀、短い虎ひげの武将でめっぽう強いが酒好きで少し抜けたところがある。一方の張翼徳、劉玄徳の部下で五個大将軍の一人、手に持つ獲物は打棒、虎ひげを蓄えた猛将、めっぽう強いが酒好きで少し抜けたところがある。このように福島正則をなぞらえるなら張飛という主張にはある程度納得できるものがあります。とはいえ福島を張飛に例えたのはこの2人が似ているというよりも、賤ヶ岳の七本槍の中で加藤清正に匹敵する武将が福島正則だということが大きいでしょう。エピソードとしても竹中半兵衛の下で軍学を学び出覧の際ありなどが紹介されてあり、あまり張飛っぽくはありません。張飛っぽさがあるのは熊見川の戦いと呼ばれるものです。毛利方と秀吉の戦いで熊見川、現代の兵庫県にある佐用川の戦いと呼ばれる合戦があり、こ
この時福島正則が一人飛び出して相手方を切ったという話がエピソードとして描かれています。このことが長藩の戦いにおいて張飛が一人でしんがりを務め曹操軍を一括したという話と対比させられているのです。福島正則の熊見川の戦いに対して張翼徳の長藩派での活躍、危険な戦場においても左右を気にせず無鉄砲に飛び立つ様が両者の似たところとして選ばれたのでしょうね。七本槍のその一人、豊臣孤高の臣、猛威燃えるがごとく、ほとんど長藩境に義の曹操の100万の兵を白眼返せし、遠飛と張飛のごとし。次も賤ヶ岳の七本槍と五個大将軍の人物です。どの武将がどの英雄に例えられているのでしょうか。それは次回の講釈。お楽しみに。出案フラフラ祭でした。